ついに宝円御三家登場。7月1日の新情報まとめ。じゃあおはようございます。パルと申します。2周年記念フェスティバルの予告やもうすぐ2周年キャンペーン、渋谷でのリアルイベントの開催と7月のイベントスケジュールがごっつり発表されましたので、内容を確認していきつつ何をやっておくと良さそうなのか改めて考察しておきたいと思います。いや、ついに宝円御三家来ましたね。皆さんはルビサファ遊ばれてましたでしょうか？最初に誰を選びました？ちなみに私は当時キモリでプレイしておりました。それでは参ります。ということで、7月1日に発表された告知3種、イベント予告、2周年記念フェスティバル、キャンペーン、もうすぐ2周年キャンペーン、ポケモンスリープ初のリアルイベント、渋谷でミッケ、ポケモンネガオリサーチサポーテッドバイ東急グループ、こちら3種チェックしていこうと思います。今回の告知ではゲーム的に最も重要なのは来週から始まるもうすぐ2周年キャンペーンとなりそうですね。昨年からボーナスもどっちり追加されて、ちゃんとフィールドの選びがいのあるめちゃくちゃありがたいキャンペーンとなりました。しっかり確認しておきましょう。そして今週準備しなくちゃですね。ってことで順番に見ていきたいと思います。まずはイベント予告2周年記念フェスティバルから。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。ポケモンスリープは7月20日日曜日でグローバルリリースから2周年を迎えます。これを記念して2025年7月14日から2周年記念フェスティバルを開催いたします。またこのイベントからキモリ、アチャモ、水五郎が登場します。その他イベントの詳細については後日お知らせいたしますということで、今回はお知らせだけとなっているんですけれども、ついにポケットモンスタールビーサファイアエメラルドオメガルビーアルファサファイアの宝円地方のパートナーポケモンキモリ、アチャモ、水五郎が登場してくれるみたいです。いや、嬉しすぎない？別にね、私ルビサファにめちゃめちゃ思い入れがあるというわけでもないし、なんならオメガルビーアルファサファイア未プレイなのでメガラティ兄弟に乗ったこともないんですけど、いや嬉しい。当時の記憶がねブワーって蘇りました。私はねサファイアではなくルビーちゃんで、チョコミントよりも好きなキモリと一緒に冒険してましたね。千里パッパのケッキングにめっちゃ苦戦した記憶がありますね。すっごい硬いんだよね、ケッキングね。ちょっとねこれを機にケッキングだけでもスキルストックするようにとかなりませんかね、運営さんまあね、もしそうなったら開発に千里推しがいるのかなと思いますね。まあ最近強化入ったばっかりではあるんですけどね。さあちょっとね話がそれてしまったんですけれども、キモリ、アチャモ、水五郎が登場します。また2周年フェスが7月14日からだというのも確定しましたね。おそらくここから2週間で、2週目にはニュームーンデーも重なることになりそうです。色違い宝円御三家出てきてくれるかもしれませんね。いや、その3日間震えて眠りたいなと思います。でこの3体はおなじみ草、炎、水タイプなので、草タイプのキモリはウトウト、炎タイプのアチャモはスヤスヤ、水タイプの水五郎はぐっすりタイプでの出現になると思われます。推しがいるのであれば今のうちから2周年フェスに向けて睡眠タイプ調整していかなくちゃですね。で最終進化のタイプなんですが、昨年1周年記念フェスティバルで登場したパルデア地方のパートナーポケモンニャオハ、ホゲータ、クワッスは最終進化でタイプが変わるポケモンたちでした。今年はどうなるでしょうか。キモリの最終進化樹海院は変わらず草単タイプ、アチャモの最終進化バシャーモは炎格闘タイプ、水五郎の最終進化キモクナラグラージは水地面タイプなので、バシャーモは格闘、ラグラージは地面になる可能性がありますね。昨年ウェーニバルが格闘タイプでしたし、もし来年信号御三家が来るのであればゴーカザルも炎格闘タイプなので、バシャーモの処遇はどうなるのかちょっと気になるところなんですが、地面タイプ未だにガラガラとダグトリオしかおりませんので、ラグラージはぜひ地面になってほしいところですね。炎と水はエンテイとスイ君のお手伝いブーストにも関わるので、追加云々結構気を使いそうですよね。ここがどうなるか注目したいです。そしてもし最終進化でタイプが変わるのであれば、それこそ水君パで沼九郎が活躍する可能性もありますね。愛くるしすぎないこの顔。なお進化でタイプが変わるポケモンの進化前は EX モードでも活躍する可能性がありますので、宝円御三家マジで注目したいなと思います。そして宝円御三家といえばオメガルビーアルファサファイアのパートナーでもありますので、全員メガ進化を持っていますね。今年はポケモンレジェンズ ZA だったりポケモンチャンピオンズでメガ進化が復活すると話題になっているんですが、果たしてポケモンスリープにもメガ進化の波は訪れるんでしょうか。
基本的にはね、トレーナーとの絆の力でメガ進化するので、メガ進化ポケモンが寝顔を見せに来るっていうことはないんじゃないかなと思うんですけれどもね、ポケモンスリープ実装できるのかどうか、ちょっと怪しそうな気はしますね。が、すでにゲットしたダークライがニュームーンデーの時には勝手にね、遊びに来てくれたりもするので、なんとかならなくもない気はしますねぜひね、やってほしいですよね、メガ進化の寝顔もね。ちなみに樹海院はメガ進化することで草ドラゴンタイプになります。特性もね、噛み合いがいいわけじゃなくて、氷に弱すぎて対戦環境じゃ全然使われていなかったような記憶がありますね。ともかく2周年フェスで鳳炎御三家が登場してくれます。いや、彼らの得意なものは何になるんでしょうね。関東御三家が食材、譲渡御三家が木の実、そして飛んでパルデア御三家が食材と来ているので、次は順番に来るんだったら木の実なんでしょうか、それともいよいよスキルが来るのか、また安定の食材になるのか。木の実だとね、メガニウムと樹海院は完全に被っちゃいそうなので、スキルか食材になるんじゃないでしょうかね。ぜひ皆さんの予想や願望もお聞かせください。で、2周年フェスに向けてやっておきたいことなんですが、基本的にはポケサブレを貯めようとかなと思います。やはりと言うべきか、一挙3体追加となるので、ポケサブレ消費がえげつないことになりそうですよね。なんなら進化後直接ゲットしても所持数減らなくなりましたしね。無課金プレイヤー的にはステータスがわかる前のこのタイミングから節約を開始しなければいけないんですけれども、昨年のパルデア御三家は鍋拡張もできる無課金激推しマスカーニャと、唯一のリンゴ食材ポケモンラウドボーン、そして当時はネギ最強のウェーニバルと、全員強力なステータスだったので、鳳炎御三家にも期待できるんじゃないかなと思います。というかパートナーポケモンたちは関東も譲渡もみんな超優秀ですよね。なので今後の環境でも名前の上がるポケモンたちになることと思いますので、今の厳選とどっちを優先した方が良さそうなのか、なんとなく優先順位をつけておけるといいんじゃないかなと思います。とりあえずね、パルはしばらくはボーナスサブレだけでコツコツやろうかななんて思いますね。もしメガ進化が来るのであれば、彼らを無視するはずがないとも思うので、いろいろと期待したいなと思います。ってことで、ポケサブレ貯めておきたいねっていうのが一つ。あとは睡眠タイプを日頃から操作されてる方は、推しのポケモンめがけて今のうちから仕込んでおくと良かったりするんでしょうか。別にそんなことしなくても大丈夫だったりしますかね。それ以外では2周年記念パックと鳳炎御三家それぞれのゲットパックが発売されるものと思いますので、ダイヤを今からじゃちょっとたまらないんですけど、あとちょっとで3000とか5000とかたまりそうなのであれば、リサーチノートを埋めていったりとか、ウィークリーミッションこなしてみたりとか、人によっては課金のために生活を切り詰めるだとかそういったね、やれることはやって2周年迎えていきたいなと思います。そういえばね、キービジュアルであるとか、特に何かしら匂わせ要素がありそうだとか、私は見つけられなかったんですけど、何か見つけた方いらっしゃったらぜひ教えてください。 PV とかキービジュアル、メガストーン的な何かとかないかなーってね思ったんですけれども、さすがになかったっぽいですね。そんな2周年フェスの予告でした。また詳細出ましたら動画にしたいなと思います。続いて来週行われるもうすぐ2周年キャンペーン、これがめちゃくちゃ素敵なキャンペーンにリニューアルされていましたので、今週しっかりと準備をして臨んでください。ということで、キャンペーンもうすぐ2周年キャンペーン、もうすぐ2周年お祝いの季節がやってきました。ポケモンスリープは7月20日日曜日でグローバルリリースから2周年を迎えます。このキャンペーンはそれを記念した特別な期間です。期間中はボーナススリープポイント150を毎日プレゼントいたします。また1周年記念フェスティバルで登場したニャオハ、ホゲータ、クワッスたちが再びピックアップされるほか、様々なボーナスが発生します。さらに本日7月1日火曜日より第1パンからポケモンスリープの料理をイメージしたポケモンパンが発売されることも記念して、鍋の容量が普段よりも多くなるボーナスもお楽しみにということで、開催期間は7月7日、来週の月曜日からの1週間となります。もう間もなくです。そして開催フィールドは全てのフィールドとなっております。7月7日七夕でルビサファといえば、七夜の願い星いつ来てくれますでしょうかね。キービジュアルの背景、流れ星が流れてるように見えませんこれ昨年もこうだったんですけどね。そんなわけで昨年同様、毎日150スリープポイントがもらえる上にボーナスまでしっかりくっついてきた嬉しいキャンペーンとなります。ってことでボーナスです。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ、後ほど紹介します。
リサーチで手に入る夢のかけらの獲得量が 1.5 倍、鍋の容量が 1.5 倍、日曜日のみ3倍。その日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現となっております。ここちょっとだけ大事なところなんですが、リサーチの夢のかけら 1.5 倍です。夢のかけらゲット S や強運については記述がないので、あくまでリサーチで手に入る夢のかけらのみ 1.5 倍となりますね。そこはご注意ください。マルノーム悪い、来週は出番ないかもしれないそしてピックアップについてです。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップ、ニャオハニャローテマスカーニャ、ホゲータ、アチゲータ、ラウドボーン、クワッス、ウェルカモ、ウェーニバルとなっております。久々に進化5までまるっとピックアップになるので、リサーチが下バレしにくそうなのも嬉しいところですね。進化後でゲットしても所持数が多いままとなりましたので、スキルがそこまで重要ではないウェーニバルだったり、スキルレベルが低くても十分元気を保ているラウドボーンは直接ゲットするのも結構おすすめかなと思います。そんな各フィールドで出会えるポケモンです。若草本島はニャオハニャローテマスカーニャ、ホゲータ、クワス。シアンの砂浜はホゲータ、アチゲータ、ラウドボーン、クワッス、ウェルカモ、ウェーニバル。トープ洞窟はホゲータ族のみ。ラピスラズリコハンはニャオハニャローテマスカーニャ、クワッス、ウェルカモ、ウェーニバル。ゴールド級発電所は全員となっております。残念ながら卯の花雪原は1周年フェスに引き続き何もありませんので、ただ闇鍋になるだけのフィールドとなっておりますね。一方ゴールドは中ピックアップが9体もおりますので、普通の厳選をしようと思うとより厳しくなっているかもしれませんね。いや、どこを行きましょう、考えておきたいなと思います。注意事項は特筆すべきものはありませんでした。と、そういえば来週10、11、12日はグッドスリープデーも重なりますね。木金土曜日はグッドスリープデーなので、闇鍋グッドスリープデーかつピッピたちもピックアップされるとなっておりますので、やっぱり普通の厳選をするのはいつもよりだいぶ難しいかもしれませんね。ご注意ください。そんなもうすぐ2周年キャンペーンとなっております。いや、スリープポイントだけじゃなくて、まさかのリサーチの夢のかけら 1.5 倍と鍋の容量 1.5 倍ということで、これ嬉しすぎますね。私前回の動画で2周年までにやっておきたいこととして夢のかけら集めとレシピレベル上げって言ってたんですよね。めちゃめちゃ環境整えてくれたさすがにね、デカ盛りの時みたいな 1.5 倍かっこリンゴ酸ヨーグルトサラダは作れませんみたいなことにはもうならないとは思いますので、デカデカレシピたちのレシピレベル上げチャンスとなりそうですね。そんなわけで来週やっておきたいことは夢のかけら集めとレシピレベル上げが中心となるかなと思います。そして2周年の準備も並行して行わなきゃですよね。大きな鍋サイズを生かして週の頭でがっつりエナジーを稼ぎつつ、週のね中頃とかではレシピレベルも上げて、リサーチの夢のかけらもねうまうまになるようにしながら、週の後半では2周年フェスに向けて準備を整えていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。パルは今週甘い蜜、モーモーミルク、特選エッグあたりをごっちり準備して挑みたいかなと思います。悪いブースタージバコイル、来週出番ないかもしれんいや、まさかの鍋 1.5 倍、本当に嬉しいですね。ありがとうございます。俺たちの第一パンさん、長らくお世話になっております。ちなみに発売されるポケモンパンは溶けるオムカレーをイメージしたオムカレーパンと、プリンのプリン柄モードをイメージしたプリン柄モードパン2品となっております。オムカレー美味しそうですよね。オムカレーが嫌いな人類もいないと伺っております。で、プリン柄モードパンって何属性が渋滞しすぎてません？どうやらね、リンゴフィリングも入っているということで、特選リンゴがしっかりと使われていそうですね。レシピ再現度高そうなパンとなっております。そしてポケモンパンといえばデコキャラシールですよね。みんな実家されば絶対出てきますからね、デコキャラシールこちらね、ポケモンスリープの寝顔デザインのものとなっているようなので、スマホケースの裏側にとかぶち込んで快適な眠りを一緒にお過ごしいただけたらなと思います。本日7月1日よりポケモンパン2種販売開始です。ポケモンパンなんてね、もうどこのスーパー行っても大概手に入るかと思いますので、ついついパンのコーナー立ち寄ってみてください。そして第一パンさん、案件も誠心誠意やらせていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。そんな鍋 1.5 倍、リサーチのかけら 1.5 倍、パルデア御三家ピックアップのもうすぐ2周年キャンペーンでした。ゲーム的には基本的にここまでとなりますね。
言ってることは前回の動画とあんまり変わらないんですけれども、ポケサブレを節約しつつレシピレベル上げをして夢のかけらを貯めておこうぜって感じですね。2周年でミニアメブースト来るかもしれませんしね。そして今週は来週作りたいレシピのための準備をしつつ進行していってもらえたらなと思います。それでは最後にポケモンスリープ初のリアルイベントについてです。お知らせ。ポケモンスリープ初のリアルイベント、渋谷でミッケポケモンネガオリサーチサポーテッドバイ東急グループ開催。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。2025年7月18日金曜日から7月27日日曜日までの期間、ポケモンスリープのグローバルリリース2周年を記念した初のリアルイベント、渋谷でミッケポケモンネガオリサーチサポーテッドバイ東急グループを開催します。開催日時は2025年7月18日金曜日から7月27日日曜日までの10日間となっております。結構タイトめなスケジュールになるので気になる方はお早めに行ってみてください。渋谷桜ステージの特設会場ではポケモンスリープのこれまでを振り返る展示や巨大なカビゴンも出現。さらにポケモンスリープの特別なイベントグッズを販売するポケモンスリープショップも開催決定。その他イベントの詳細については後日ゲーム内お知らせおよび下記特設サイトにてお知らせします。お楽しみにということです。渋谷桜ステージさんは JR 渋谷駅の新南改札からほど近いところにあるみたいですね。ハチ公というよりはモヤイ像側ですね。これ伝わりますでしょうか。特設サイトも今のところこれ以上の情報っていうのは出ていなかったんですけれども、イベントショップについて7月18日金曜日および期間中の同日祝日のポケモンスリープショップへの入場は抽選制を予定しておりますと書かれておりましたので、最初の4日間と最後の2日間はショップ入場が抽選になるっぽいぞってことで、気になる方は随時お知らせチェックしてみてください。ちなみにこの画像にはデデンネがいるんですが、ポケモンスリープを象徴するポケモンとして認識されてる可能性ありそうですよね。ちょっとねこの画像パッと見だと色違いデデンネにも見えたんですけど、さすがに通常色っぽいでしょうかね。そんな渋谷でミッケポケモンネガオリサーチサポーテッドバイ東急グループでした。そんなお知らせラッシュでした。結構ね長くなりましたので最後にざっくりまとめて終わりたいと思います。2周年フェスティバル宝縁御三家が登場決定です。7月14日から開始となります。御三家初のスキルポケモンとなるのか、バシャーモが格闘タイプになるのか、ラグラージが地面タイプになるのか、そしてメガ進化するのか注目したいところです。続いてもうすぐ周年キャンペーンでは毎日スリープポイント、鍋容量 1.5 倍、リサーチの夢のかけら 1.5 倍、闇鍋、パルデア御三家ピックアップ、グッドスリープデーもあるよって感じですね。そしてポケモンスリープ初のリアルイベントも開催されて、ポケモンパンも発売となります。そんなわけでとりあえず準備としては来週のための食材の準備をしつつポケサブレ貯めとこうかくらいだと思うんですけれども、やっぱりね宝縁御三家嬉しすぎますね。ここからね2周年でまた新情報がもりもり出てきて、ポケモンプレゼンツもあって若草 EX も来るということなので、7月本当にワクワクしっぱなしとなりそうです。ぜひ皆さんのキモリ、アチャモン、水五郎のステータス予想なんかもバシバシコメントいただけたらなと思います。予想で楽しめるの今だけですのでね、何でもコメントしてみてください。そして本日7月1日よりポケモンパン2種も発売となっておりますので、ぜひお召し上がりください。シールね結構種類があるみたいなんですよね。推しのポケモンもいるかもしれませんので、気になったらぜひチェックしてみてください。そんな7月の新情報まとめでした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド押していただけますと動画制作の励みとなります。さらなる追加情報のためにぜひチャンネル登録もしていただけますと嬉しいです。いつも応援ありがとうございます。それでは7月2025年も残すところ半分となりました。日本列島激アツパーリータイムに突入しておりますので、涼しい部屋でしっかり眠って残り2025年も楽しんで7月も楽しみ尽くしてまいりましょう。7月も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。